用意するもの、折り紙 7.5 センチ ×7.5 センチ、ピンク、和柄、黄色、各10枚用意します。今回はこの3色の折り紙を使って作っていきたいと思います。パーツを作ります。まず半分に折って折り目をつけます。つけた線に合わせて折ります。反対側も同じように折ります。開きます。向きを変えて角を三角に折ります。反対側も同じように折ります。開いた部分を戻します。角の部分を中心まで折ります。反対側も同じように折ります。このように折り目がつきます。上の1枚を開いて折り線の通りに折ります。開いた部分を戻します。反対側も同じように折ります。ここは入れにくいので折り紙が折れてしまわないように気をつけましょう。半分に折ります。さらに半分に折ります。少し硬いですがしっかり折るときれいに仕上がります。反対側も同じように折ります。これでパーツの完成です。同じパーツを3色それぞれ10個ずつ作ります。この30個のパーツが集まると花紬が完成します。それでは組み立てていきます。今回は3色を使って組み立てるので同じ色が重ならないように組み立てるのがポイントです。まずピンクのポケットに黄色のフラップを差し込みます。次はピンクを差し込みます。次は黄色です。5個目は和柄を持ってきます。和柄のポケットにピンクのフラップを差し込みます。3色が重ならないように黄色を差し込みます。ぐっと押し込んで山の形にします。次は和柄が3枚続きます。ピンクのポケットに和柄のフラップを差し込みます。和柄のポケットに黄色のフラップを差し込みます。続いてピンクを差し込みます。山の部分が5つで1つの面になります。ここからが間違いやすいポイントです。ピンクから始めて和柄ピンク、和柄黄色、ピンク黄色、ピンク黄色、ピンク黄色の順で組み立てます。和柄を持ってきます。次はピンクです。ピンクのポケットに黄色のフラップを差し込みます。次は和柄です。黄色です。ここからピンク、黄色が続きます。黄色を差し込みます。ピンクです。
黄色です。ピンクです。黄色です。和柄のポケットに黄色のフラップを差し込みます。半分まで組み立てられました。あと半分です。ここから始めます。ピンクを差し込みます。ピンクのポケットに和柄のフラップを差し込みます。黄色を差し込みます。次は和柄が3枚続きます。このような形になりましたか？ここからはピンクの部分から始めます。黄色を差し込みます。黄色のポケットに和柄を差し込みます。続けて黄色のポケットに和柄を差し込みます。和柄のポケットにピンクのフラップを差し込みます。そして黄色のポケットに差し込みます。和柄のポケットにピンクのフラップを差し込みます。ピンクのポケットに黄色のフラップを差し込みます。和柄のポケットにピンクのフラップを差し込みます。和柄のポケットに黄色のフラップを差し込みます。黄色のポケットに和柄を差し込みます。ピンクのポケットに黄色のフラップを差し込みます。最後の1枚です。和柄のポケットにピンクのフラップを差し込みます。ピンクのポケットに和柄のフラップを差し込みます。黄色のポケットにピンクのフラップを差し込みます。黄色のポケットに和柄を差し込みます。ピンクのポケットに黄色のフラップを差し込みます。最後なので入れにくいですが、寄せるようにしてみてください。組み終わったら周りをギュッギュッと寄せてまとめます。完成しました。それぞれの色で作った花紬を並べてみます。どの色がお好みでしょうか？3色それぞれに違った表情があり、並べてみると華やかで可愛い仕上がりになりました。最後までご視聴ありがとうございました。気に入っていただけましたら、チャンネル登録、いいねボタンをお願いします。また次の動画でお会いしましょう。